今田浦霧のキャンプ1にいます。標高が 5800m ぐらいで、クリスとトレイシーと一緒のテントにいます。この2年間コロナ禍で、海外に出かけることがずっとできなくて、そして、コロナ禍が、本当には明けてないですけど、海外渡航が自由になって、なんですか、ずっとこう伸びてたゴムがこうビビビビってなってたのがバーンって弾けた感じで、ボンボンボンみたいな感じで、ネパール行ってパキスタン行ってネパール行ってみたいな。そのエベレストと K2 とカンチェンジュンガとローツとマカルっていう標高の高い順から5個の山っていうのをずっと登ってみたかったんですよね。それで登って写真を撮ってみたくて、コロナが始まる前は毎年のようにヒマラヤに行ったりアラスカに行ったり、極地で山登ったりしてたんですけど、2年間そういうことやってなかったので、単純に楽しかったですよね。今田浦霧の頂上着きました。4月9日めちゃくちゃ早いよ、日本出てから。ようやく着きました。半年ぐらい経って、当時多分もっとすごい辛くて厳しい感じの思い出を持ってたと思うんですけど、やっぱり今振り返ると、また行きたいなとか、来年またすぐ行きたいなとか、楽しい気持ちが上回っちゃうんで、楽しかったって言っちゃいましたけど、実際行ってる時はすごい辛かったと思うんですよね。初めてカンチェンジュンガを見た時に山脈の塊みたいな感じで、どっからどうやって登るのか全然想像できないなぐらいでかい山だ。もう本当にその登頂するつもりで行った最初のサミットプッシュで頂上を間違えて、下山を余儀なくされた。それでほとんど 8500m ぐらいまでの頂上付近まで行って戻らざるを得なかったっていうのは、1個 8000m の山も登ったのと同じことなんで。朝6時カンチェンジュンガの頂上に着きました。大変だった。これ以上大変な山ないよ、本当。写真今振り返ってみるともっといっぱい撮ればよかったなって思うし、やっぱり苦しくて撮れてない時が多かったんじゃないかなと思うんですよね。でもそれでもなおここは本当に撮らなきゃと思って撮った場所の写真が展示されているはずです。今マナスルのキャンプ3からキャンプ4の間で大きな雪崩があって、イマジネパール隊のシェルパ5人が大怪我を負いました。そこで今ヘリコプターを呼んでレスキューをしてもらっているところです。本当にマナスルの頂上でカメラを撮るためにゴーグル外したんですけど、そしたらもうすっごい単なる風じゃなく氷の破片が入ってる風わーって目に受け続けて、ちょっと待って、ヘルプミ痛い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 よ、痛い。普通だったらやっぱりちょっとでも重いものを持ってかないし、本当に先鋭的なクライマーだったら雨の包み紙をで剥がしていったりとかいう世界で少しでも重さを軽くしていかなきゃいけないのに、あんな鉄の塊みたいな中盤カメラと、しかもフィルム何本もとかっていうのはちょっと高所登山の世界ではやっぱありえない。国内はもちろんですけど、その世界見渡しても今まで山岳史上もいないし、誰もやってないので自分がやりたいなと思ってので、やっぱり持ってるからには絶対撮ろうと思うし、自分がやっぱり登山家として登ってるわけじゃなくて写真家として登ってるんだっていう意識が強いんで、手袋外してでも撮ろうとしますよね。今マナスルの本当の頂上にいます。ただ天気が悪くて風
風が強すぎて大変で、着きましたけどちょっととんでもないことになってます。僕の場合やっぱり写真集とか展示をすると一区切り、くさびを打つじゃないですけど、何かこう記憶を整理するためにも展覧会をやったり写真集を作ったりしてきたので、今回そのダウラギリ、カンチェンジュンガ、マナスルっていう3つの山に登ってきたことを自分の中でも整理して振り返るための展示になるかなと思ってるんですよね。やっぱり 6,000m、7,000m、8,000m、そして頂上みたいな感じで自分の視界がどんどん変わっていく感覚っていうのは飽きることがないっていうか、ずっと驚き続けているような感じがありますけど、8,000m とかの高い山に登ると体を使い果たすような感じがすごく強くあって、普通に呼吸をしたりご飯食べたりっていうのが全部生きることに直結しているんだっていうことがすごく感じられる。一回もゼロになってもう一回生き直してるような感じ、それがすごく嬉しいっていうか面白いっていうか、自分にとっては大切な感覚です。